平野くんがパリコレ初参戦、ルイ・ヴィトンのショー出席の様子を独占取材。高評価ボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。今回は平野くん LV ルイ・ヴィトンパリコレ初参戦未公開写真が登場ということで、まさかのこのタイミングでいただけるとはということで、ボーグジャパンさんからですね出てまいりました記事を見ていこうじゃないかというところでございますので、よろしくお願いいたしますということで、さあそれで待って、ほら写真があれ何この感じ、動くの？読んでいきましょう。平野くんがパリコレ初参戦、ルイ・ヴィトンのショー出席の様子を独占取材。パリにて2024年の1月16日現地時間にて開催されましたルイ・ヴィトン2024年から25年の、秋冬メンズコレクションのショーに出席した平野くんと。かっこいいですね。エクスクルーシブな写真を見ていきましょうか。そしたらば昨年の香港に続きということで2度目となるショーへの参加ですね。ここが展示の場所っていうことになるんですかね。建物の作りとかがこういうドアノブの部分とか、椅子もそうですけれども、かなり作り込まれたというか洗練された椅子もそうですし、ヴィトンさんのこれはその博物館じゃないですが展示も兼ねた建物になっているんでしょうかね。かっこいいって思ったんですけど、シンプルになんですけど、メイクとかヘアスタイルもあるとは思うんですが、お顔かっこよすぎません？こちらでございます。ショー参加のルックはダモフラージュのアウターが主役。これですね、ダモフラージュというドットの柄で色味がこう重なっていくというか、カモフラージュのところをダモフラージュっていう風に言ってらっしゃるのかな。カモフラージュと多分言葉的にかけていらっしゃるんでしょうかね。今年のもう目玉と言いますかね、今年というか来年か、ヴィトンさん見に行ったんですけども、このダモフラージュの柄のものが結構置いてあったので、めちゃめちゃやっぱり目立ちますね。で、あと触ってみるとすごくまた生地だったりとかの質感がいいなっていうところもお店に行って感じたところでもございます。やっぱね、お顔がめちゃくちゃかっこいい。このお写真は見たことあったですけど、このお写真かな、見たことないバージョンのお写真は未公開お写真ですよね、これがね。だからさっきのところでいくと、この辺りが未公開のお写真になるのかな。で、このアウターの中に、シャツと黒いタイを合わせたことによってカジュアルながら綺麗なルックにまとまっているのがポイントです。この組み合わせは素晴らしいですよね。こう硬くなりすぎず、でもそのカジュアルになりすぎずっていうところで、まさにそのフォーマルとカジュアルの組み合わせ方、遊び感っていうところとこの柄の遊び感っていうものがバッチリこう合わさってるっていうことなんでしょうね。ダモフラージュはファレルさんが作った言葉だったような気がします。なるほどね。ファッションを作っていくとともにこう言葉も作っていくというね、まさにそのカルチャーを作っていくっていうのは、なんかその洋服だけ作るとかではなく、本当にもっともっと大きい意味でのクリエイティブになるんだなというところを感じますよね。かっこいい、かっこいい、すごい。パリの建築や街行く人のファッションに刺激を受けて、いいですね。やっぱり絶対そうですよね。パリの都という風に、芸術の都言われるぐらいですけれども、パリに行くとやっぱりいろいろなこう感性が刺激されたりとかっていうのは他の人のお話も聞いたことがあるので、平野くんがどういう風に感性を刺激されていったのかっていうところも気になりますよね。アーチ状に曲線を描いたカフェのガラス窓を見て、どうやって丸くしたんだろうと撮影中もパリの建築に興味津々。なるほどね。窓ガラスの形だったりとかね、素晴らしい着眼点。今回パリを初めて訪れましたが、建造物が素晴らしくて、街のどこを切り取っても美しく、シネマの中にいるような気分で散歩しました。そして何より街を歩いている人たちがみんなおしゃれで、いろんなファッションを楽しんでいることに刺激を受けました。やっぱりな、おしゃれな人たちってファッションを楽しんでるっていうね、まさに楽しんでいるっていうこの言葉、すごく僕もなんかこう共感するというか、例えばフランス帰りの友達とか話とかちょっと聞くと、自分のファッションの組み合わせ方とかに対してワクワクしながらこう組み合わせていく、自分の興味関心で作ってチャレンジしていくみたいなことをやっぱりされてるので、そういう視点がやっぱり向こうの人とかはね、とりわけこうおしゃれって我々で言ってるけれども、それが普通なのかななんていうふうに思ったり、そういういわゆるファッションセンスと呼ばれるものが
日常生活の中でこう溢れてるっていう生活すごいなーっていうふうに思いましたけど、まさにそういうことなんでしょうね。エッフェル塔を眺めながらいざショー会場に向けて出発。素晴らしいですね。かっこいい。このポーズ、この表情のは見たことがないかもしれない。前回の香港でのショーが素晴らしかったので今回も楽しみにしていました。ショーを楽しみにするっていうのがもうなんかね、このファッションショーに呼ばれてる人のもう着眼点ですよね。さあいいですね。もうどんどんいろんなものをこうね見て、吸収して成長されていくんだろうなっていうのを感じますけども、平野君がこういろんなところに参加されて見て聞いて、学ばれて成長していく様が最終的にまたご自身の活動ですね、いろんなお仕事、ダンスも歌もですけども表現力っていうところにつながってくると思いますので、もう全部がいい循環で回っていくよねっていうところが本当に素晴らしいなっていうふうに思うところでございます。可能性無限大でございますので、これからも活動に注目していきたいところでございます。よろしくお願いします。